さあ、というわけでやっていきましょう。皆さんこんにちは、うるめでございます。よいしょ。とりあえず先発はトップウォーターからいきますね。もうちょっと日が沈まないとダメかな。なんとなくですけど、この辺じゃなくてもう少し上流の方な気もしますね。上流つっても関の付近なのかなと思ったりしておりますが、それか沖の瀬とかその辺なんだよね。でですね、今日も京都で木曽山線にリバーシーバスにやってきております。ただいまの時刻が5時50分ということで、夕方の時間帯からですね、今日は夜の8時9時10時ぐらいまでちょっとやってですね、1本ないし2本ぐらい、2本いけるかな、厳しいでしょう。1本か1本頑張って撮っていきたいと思います。本日もご視聴どうぞよろしくお願いします。頑張っていきましょう。水温チェックということで、ちょうどいいですね。めちゃめちゃちょうどいい。気持ちいいぐらい。いやー、しかし夕方だけど暑いね。西日だからな、めちゃくちゃ暑いな。これすげえ日焼けするぞ。今使ってるのはですね、ラッキークラフトのサミー100です。シーバス用のルアーじゃないですけど、やってるところがこんな感じの河川の中流域なんで淡水でございます。だからちょうどいいぐらいですね。ただ今の主要ベイトは、稚鮎ぐらいのサイズ、だいたい5センチ6センチぐらいの細身の小魚かと思いますんで、それから考えるとちょっとでかいんですよね。で、数日前にドカッと雨が降りまして、まだその影響が残ってるんですよね。だからちょっと増水気味かなっていう感じで、水質も、やや濁りみたいな感じですね。ちょうどいいぐらいなんですよね。で、水温もちょうどいいということなんで、今日は釣りたいな、期待できるんだけど、しかし暑いな。この暑さがどれぐらい影響するかなんですけど、だからもうちょっと時間が経ってあと1時間ぐらいですかねして7時前後になってくるといい感じじゃないかなと思うんだけど、なんだかんだ釣り人の足跡あるんで結構新しいですね。今朝も誰かが入られてるんでしょうか、この場所は。ちょっと左右ですね、確認して、上も確認して投げないと、振りかぶった時にですね、こういう木々に引っかかるんで、枝とかにその辺は気をつけますよ。よいしょ。さて、今日のタックルはですね、ロッドはヤマガブランクスバリスティック 710MLMH、リールがですね、ダイバー19セルテーと LT3000XH、メイン PE1 号、リーダーがフロロカーボンの14ポンド 3.5 号を指しております。ダメか、ちょっと変えましょうか、量はね。何にしようかな。いやー、シャルダスとかがいい気がすんな。シャルダスいくか。もうシャルダス使っちゃう。シャルダス使うかね、釣りたいもん使っちゃいましょう。はい、ブルブルのシャルダス20ですね。よいしょ、これでいきましょう。とりあえずど真ん中。とりあえず早巻きといいますか、普通の糸リブ速度で巻いてきます。やっぱ飛ぶねサミーより全然飛ぶから距離感わかんねえわ。さっき表層探って全く反応なしというところで、ガチャガチャしてるっていうのもあるし、マイクロベイトが主要のね、捕食対象かなっていうところもあるので、そういう時ブレード系ってね強いんで、そういう意味合いも込めてですね、シャルダスを選んでみました。結構適当なリトリーブで反応するやつがいたらいいなっていうところでやっております。なんかボイルやったりもしないですね。しそうだけどな、この感じ。いや、当たってきそうだな。いたら当たってくるぞ、この流れの感じ。ダメか、ダメなのかい。今だいたいレンジとしたら30センチから60センチの間ぐらいを通すイメージで巻いてきております。いや、いたらこの辺で当たるんだけどなダメか、ちょっとまだうろちょろしてないか。いやー、ちっちゃいな、ベイトがこの辺ちょろちょろ見えるんですけど、こんなぐらいのもいるちっちゃ。
あ、そうか、西日だからあっち側の方が対岸ね、対岸の方が早く日陰になりますよね。あっち側の方が良かったかもしれないな。あ、やばい。あ、怖え。怖え。もうやめてくれ。ザラザラ。はい。結び直し。危ない危ない。リーダーも結び直します。ザラザラになっちゃったんで。はい。結び終わりましたということで、リーダー傷ついちゃったんで、結び直しましたね。そうこうしてる間に、だいぶ日も傾いてきましたよ。いい感じなんじゃないですか。今がですね、6時35分。です。ちょうどいいぐらいじゃないですか。ここから30分から1時間ぐらいがベストなんじゃないかなと思ったりはするんだけど、今日潮回りをしっかり見てないんで、今がどれぐらいなのかちょっと分かんないですけど、下流がどうなってるかが分かんないですね。下流が上げてるんだったら、ちょうどその上げ潮に乗って海からシーバスが登ってきて、この辺に行き着いて捕食をしてっていうシナリオができるかなとは思うんですけど、その辺しっかり見ておりません。なんとなくここに来たっていう感じです。もう暑いんで、もうちゃんと水が流れて涼しいところと思ってここに来た感じですね。ちょっと魚がそもそもいるかどうかを見ましょうか。当たり取りに行きましょうか。なのでシャルダスとかじゃなくて、もうやる気があるんだったらこういうね、ガチャガチャしたルアーはすぐ当たってくるとは思うんですけど、そうじゃない時、お腹空いたけどどうかな、まだもうちょっと我慢しようかなみたいな、そういうタイミングだとこういうのはですねちょっと微妙なんで、もうちょっとナチュラル系のやつでいきましょうというわけで、ワームでいきたいと思います。ジグエットは 10g 違う 7g でした。ジャングルジグの 7g のジグエットに、一世のですねキャラメルシャット 3.5 インチ、これでちょっとレンジをガツンと入れてですね、そこ付近を狙ってみようかなと思います。速攻で根がかるかもしれないけどその辺はうまいことやりますわ。でこれぐらいのサイズだったらもう降ってくるシーバスの大きさ問わず、生後サイズも全然降ってくるとは思うんで、もう今ゴツゴツそこの方吸ってましたけど、なのでそういうのを期待して、もうそもそも魚がいたねいたね、はい、言いました。魚が当たってきましたね速攻じゃねえか。入れた瞬間ガンガンっつって、でシーバスかどうかは分かんないんだよな。今のは明確な当たりでしたねだから魚はいるというところですね。席のほんと真下で当たってきたんで、しまった。よいしょ。穂先に絡まるんだよな、たまにこうやってね。何でしたっけ。そう、手前で当たってこないんで、もう席のギリギリについてるってことなんですね。はい、また引っかかっちゃうリーダーがちょっと長いのかな。ガイドの、少ないロットの宿命ですね。さっきに絶対かかるんだよね。これ投げ方で変わってきます。一発しか当たらないね。ってことは散ってるわけじゃないんだろう。これ魚の数が多いわけでもないし、いろんなところに散ってついてるわけでもないって感じですね。もう一箇所あそこの場所でしか今当たらなかったんで、この周辺についてるんだよね。さあ霜隠れ始めましたよ。チャンスタイム。当たりませんな。ちょっともう一回明るいうちにギリギリ行きましょうか。さてと、さすがにそこにはいないよね、これな。さすがにね、ここにはいないよね。そ
サイレントアサシンのですね、これ 80S です。 80S 個人的に好きなルアーですけど、あんまり今好きだけど使わないっていう、でも絶対タックルボックスに入ってる。うわー、これで当たらんもんな。めっちゃいいとこ行ったんだけど、いやー釣れないし当たらない楽しいですね。当たってほしいな。これ釣れそうなんだよ。めっちゃ釣れそうなんだろうな。このサイレントアサシンの 80S のいいところはですね、巻けばブルブルこう小刻みに動くミノなんですけど、シンキングといってもスローシンキング、比較的ゆっくり沈んでいくんで、なので流れの中でね止めれるんですよ、ピタッつって。で言うなれば巻かなければそのまま新編みたいに流し込んでいけるんで、その点がこいつはねめちゃめちゃ使いやすいです。はいそしてですね、さっきからこの710穂先にねよく絡んでますよね。そうなんですよね。言うなればこういうピンポイントキャストをするときですね、結構手前を狙うときは比較的穂先に絡みやすいっていうのがね、このロッドは欠点ですね。ガイドが少ないロッドは絶対になるんですね。これはリーダーの長さとかこうキャストの初速、キャストフォームとかその辺りにも起因してきますんで、ちょっと気抜いてキャストを続けたりすると、不意になったりしますね。穂先に絡んだりします。あとはこうたまにこう水につけてますけど、これやらないとですね、こうやって竿を立ててラインをね空中に浮かした状態で流していくとどんどんラインが乾くんで、特にショートキャストを繰り返すとねラインが水に濡れる時間帯が少なくなるんで、それでふわっと巻かれてスプールの上にラインが乗っちゃったりすると、そのままボワッつってね出て絡んじゃってライントラブルが起きやすいと。ちょうどこれ3ヶ月ぐらいになるんですけど使って、で3ヶ月中そういうぐちゃぐちゃってなるライントラブルが3回ぐらいありましたね。はい、普通はならないです。普通はというかめったにそういうのってならないんですけど、なんだけど月に1回のペースで起きてますね。そうだから使い方というか原因が分かってるんで、ショートキャストを頻繁にするときは定期的に濡らしてあげないとダメですね。この穂先ちょんって水面につけるだけで全然いいので、その辺は気使いながら対処できる範囲なんで、だしもう慣れちゃったし、それ以上のものが言うなればメリットの方が大きいんで、だから好んで使ってますね。2点はやっぱピンポイントキャストが決まりやすいってのと、長さがねないんで、そもそも手軽にいろんなところに持っていきやすいです。でプラス7フィート10インチってことで、7フィート後半の割にめっちゃ飛びます。8フィート後半ぐらいの飛距離は出るんで、7フィート後半を使ってる印象ではないですね。もっと長いロッドを使ってる印象です。それぐらいの飛距離は出ます。ただやっぱ10フィート近いロッドと比べると、もちろん飛距離は落ちるんで、その辺りは使い分けかなと思います。ある程度安定した飛距離は出るんで大場所でも使いやすいかなとは思うんで、僕は結構大場所でも海とかね、サーフとかでもちょろちょろっとこの3ヶ月このロッドは使ってましたね。そう使いやすいんですよ。手軽で軽いし。であとはここのつなぎ目が全然ずれないです。僕は癖でこうやって触っちゃうんですよ。絶対触った時に全くずれてないなで終わります。毎回だから1日通して1回ずれるかずれないかぐらいのレベルでずれないです。もうあまりにも釣れないし当たらないんでね、710のロッド使用感のインプレッション始めちゃいましたけど、いやでもこのロッドはいいロッドよ。本当にマジで使いやすいもんな。なんか釣れそうな雰囲気あるんですよね、この80で。もう一個レンジ入れてみましょう。バイブレーションを使ってみます。とりあえずバイブレーションを使って
ワイキリの60ですね。これ使って、はい、でダメならまあワーム使って、それでダメなら潮回りをちゃんと見ます。鼻から見ろっていう話ですよね。いやーダメですね。足りません。よいしょ。さてワームにしてみましょう。よいしょ。ちょっと撮影限界の暗さになってきましたね。ちょっとワームはワームでも一斉のですね、片口ワーム 4.5 インチですね。ジグヘッドは変わりません。7g です。これちょっとやってみましょう。という前にライトセットしますか。これ撮影用のライトですね。首元を照らすやつ。はい、映ってますね。でこれは虫がやってくるんで一旦消します。はい、なんかサクッとついそうなんだけどな、本当に。はい、見てください。こうなるんですよ。しまった。出します。出して。オッケー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 。はい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 。おっと。はい。そう、ショートキャストばっかしてるとこうなるんですよ。これがね、よろしくない。なんか不意のタイミングでなるんだよな。どっち今の。いやーでも今のは岩っぽいな。ゆっくりそこの方に流していった時に何回触ったんだよね。多分今のは岩だな。分からんけど、でも岩っぽい。よっしゃ。魚。シバスっぽいね。オッケー。いやシバスか。よし。シバスっぽい。オッケー。シバスだ。よし。よし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 。よいしょ。オッケー。はい、シバス。はい、オッケー。はい、シバスゲットだぜ。というわけで、よいしょ。てて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 てん。シバスゲットだぜ。はい、ありがとうございます。よい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 。よし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 。そしてライトをつけると自分の周りにめちゃめちゃ蚊が飛んでることに気づかされるね。というわけで綺麗なシバスでございます。逃がしてあげましょう。50センチ弱ぐらいですね。52、3ってところだと思います。はい、ではさようなら。はい、バイバイ。はいと。久しぶりになんかいい感じで釣れたから手が震えてる。ありがとうございます。よっしゃ。よっしゃ。よっしゃ、もう一本。ちょっと沈めて流してたらトーンっつって当たりましたね。今これはもしかしたらバレるかも。いいジャンプしますね。同じサイズぐらい。よっしゃ。ちょっと後ろで上げますか。よっしゃ。サイズは一緒ぐらい。おい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 。もうそのまま上げちゃいますね。オッケー。よいしょ。はい、シーバス2本目ゲットだぜ。ちょっとサイズはダウンしましたね。40後半ぐらい。47。
8ぐらいですかね。はい、というわけで逃がしたいと思います。はい、ありがとう。元気なうちに。よっしゃよっしゃよっしゃ。はい、ワームは一緒ですね。飛んでっちゃいましたけど、一斉のカタクチワームの 4.5 インチです。3本目かなわかんない、何にかかったんだ。結構大きいぞ。あ、ニゴイだね。シーバスよりもトルクがあるっていう。はいはい、ありがとうございますうわー、ごめんよ。はい、OK。60、60じゃないわ、57とかぐらい。はい、ありがとうございました3本目ということで、こっちつけようか。はい、さっきですね、の場所から少し下流に移動してきました。で、今日はここでもうちょっとやってですね、終わろうと思います。今の時刻8時54分なので、1時間ぐらいですかね。ちょっとこの場所をやって撤収ということでやっていきましょう。で、さっき特に解説も入れずに釣りをしてたんで、改めて解説を入れたいと思います。言うて地合いはもうあのタイミングだけだったのかなと思います。あの時に魚が結局3本、シーバス2本、ニゴ1本ということで釣れましたね。言うて1時間ぐらい前からかな、釣りをしててですね、その時はトップウォーター使ったりしてたんですけど、しっかりレンジは入れてなくて、だいたい表層から60センチ入れて、入れてもというか入っても70センチ80センチいかないぐらいのレンジをずっと流し続けてたんですけど、全く反応がなくで、1回だけワーム使ったタイミングでコタンと当たったっていう感じでした。ワーム使う手前にバイブレーション使ったと思いますけど、あれも、バイブレーションも60だったので、レンジとしては同じぐらいです。60センチから80センチぐらいのレンジを、通してた。もしかしたら流れもあったんで、結構流れてたんで、もっと上の方60センチぐらいのレンジを、通ってきてたかもしれないというところで、ワームを使った時はもうそれより下に入れました。なので投げて着水したタイミングで少しレンジを入れながらゆっくり巻いてくるっていうイメージで、80センチより下ですね。だから1メーターから 1.5 メーターぐらいのレンジをで、それを通してきたら食ってきたという感じですね。日中もクソ暑いんで、それもあってちゃんと冷たい水が流れるような場所、上の表層のレンジよりも下のレンジに、魚がついてたっていうで、地合いも重なって、ワームに反応したというところでしょう。あるじゃないですか、人間でも暑い時はちょっと脂っこいものというよりかはさっぱりしたものが食べたいよねっていうところなんで、やっぱ暑い時期はナチュラル系のルアーの方が釣れるんじゃないのかなと勝手に予想をしてたりします。ハード系のルアーをね、脂っこいルアーというところで、ナチュラル系のワームとかそういうルアーが、さっぱりしたルアーというところでだから魚も今日暑いな、ちょっとなんかさっぱりしたもの食いたいなって時はワームの超過の方がいいんじゃないのかなって感じですよねそうなのかなはいってところです。さあ、というわけで今がですね9時55分ということで1時間ぐらいやりました。特に反応なくというところで、さっきからずっとバイブレーション投げておりますけど、でもやっぱりあれなんですよ、河川は海の潮の満ち引きの影響で河川内も潮位が上がったり下がったりしますんで、それもあって満潮の時に魚が上流まで登って、で干潮、海の潮が下がって流れが走り出すと登ったシバスが下っていくっていう、そういうのがあるんで、下って止まって餌食ってっていうのを繰り返して下っていく、これ登っていく時も一緒ですねっていう感じなのかなと思います。だからこの潮位の差で河川の中は釣れ釣れないがあるのかなと思ったりはしておりますね。もちろん五木のでかいやつとかまたそれに限った頃ではないと思いますけどね。はいってところだと思います。暑い時期なんでやっぱね、流れが効くようなところ、冷たい水が流れ込むところに魚がついてるのかなと思います。で、流れが効いてるところでもやっぱレンジ入れて釣りをしてあげないと、もう連日猛暑みたいな日はそこの方で冷たい流れの中で緩やかに暑いって言いながら魚も過ごしてるんだと思います。だからちょっとさっぱりしたルアーですね、ソフトルアーが美味しいんじゃないかなと思います。今日はそんな感じで終わろうかと思いますはい、というわけで本日もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよならもう本当に虫が多い。もうちょっと風吹いてくれ。風
風が吹くとね虫が散るんでライトつけててもいいんですけど、風が止まったタイミングでわっさー言うてライトになってくる。やめてくださいもう。よいしょ。いやーラスト1投。